ついに BTS が順番に兵役に就くことが分かりました。ですが、釜山での公演を大成功に収めたメンバーは、これからも BTS は続いていくということを話してくれましたよね。そして、長男であるジンは、入隊前にソロシングルを出すことを発表しました。今回は、ジンのソロ曲についてや、コラボする相手、過去のソロ曲などをご紹介していきます。J-HOPE に続き、ジンがソロシングル発売を電撃発表。2022年10月15日 BTS は、2030年に行われる韓国釜山での国際博覧会誘致祈願のワールドエキスポ2030釜山コリアコンサート BTS Yet to Come in 釜山を開催し、コンサートの中でジンがソロシングルを出すと電撃発表しました。6月に行った万端会食で、ジンは僕のは最後になると思うと楽曲について話していましたが、実際にはトップバッターを飾った J-HOPE に続いて2番目に出すこととなりましたね。同年4月のアメリカ・ラスベガスのライブ以来6ヶ月ぶりとなる釜山での BTS の公演は、ジンはじめメンバーの兵役問題があるため、もとより世界各国のアーミーが釜山へ集まりました。久しぶりのオフラインコンサートで、メンバーもアーミーも大興奮し感動していましたし、ジンのソロシングルの電撃発表で、さらに全アーミーが感激したことでしょう。ジンのソロ曲についてメンバーも絶賛。ジンのソロ曲について、いち早く楽曲を聴いたメンバーが絶賛していました。それは、釜山でのコンサートの後に放送したリバースライブ配信でのことで、ジミンやテテが期待していてくださいね。ヒョンのソロ曲、本当にいいですよ、と話していたのです。もともと仲のいい BTS メンバーですが、全員が一人一人を尊敬し合っていることも有名ですよね。お互いの才能を認め、時には嫉妬するくらいの気持ちがあるからこそ、よりいいものを作ってこれたのだと思います。また、テテやジンは、以前燃え尽き、症候群などにかかってしまった時に、作詞が良いと言われ、曲作りをし、その胸の内を解放して、心が楽になったと話したことがありました。推しが苦しんでしまうことは嫌ですが、世界のスーパースターになった BTS ですので、仕事をしている限り、同じようなことが起きることは予想できますし、これからも曲作りをしながら、心身ともに元気になってくれたらいいですね。そして、出来上がった素晴らしい歌を聴けることは、嬉しいことです。ジンとコラボした相手は？ジンと今回コラボレーションした相手は、コールドプレイでした。BTS とコールドプレイは、2021年10月にマイ・ユニバースをリリースして、アメリカのビルボードソングチャート HOT100 で1位になりましたよね。お互いに人気があるのはもちろん、レコーディングを楽しんでいるコールドプレイや BTS メンバーを見るとほっこりしたことだと思います。また、アーミーの皆さんは知っての通りかと思いますが、ジンはコールドプレイの大ファンで、前回コラボした際にギターを褒めたところ、クリス・マーティンさんからそのギターをプレゼントしてもらったというエピソードがありました。そんな縁のあるコールドプレイとコラボして、ジンがソロ曲を出してくれることが嬉しいですし、ザ・アストロノートはアーミーへの愛を込めて作ったそうです。20日に出たザ・アストロノートのポスターや、24日から26日まで見せてくれたコンセプトフォトも、アウトランダー、ルーナー、イプリクス、ナンド、ボン、アースト、どれも魅力的なジンがいましたよね。ジンは今コールドプレイが行っているワールドツアー、ミュージック・オブ・ザ・スフィアスツアーのアルゼンチンライブに出演するということが決まっていて、後日、その様子をアップしてくれるそうで、ソロとしてパフォーマンスする姿が楽しみです。ただ、コールドプレイのクリス・マーティンさんが、
深刻な肺感染症になり、3週間安静にするようにドクターストップがかかり、10月22日までの公演は延期になっていました。ジンはすでに出国しているので、予定通りにアルゼンチンライブは行われるとは思いますが、クリス・マーティンさんの病状が気になるところですね。ジンのソロ曲一覧。ジンの過去のソロ曲を年代順に振り返ってみたいと思います。アウェイクは2016年のアルバムウィンズガイデン You Never Walk Alone に収録され、ジンが初めて制作に参加した楽曲だと言われていました。エピファニーは2018年のアルバム Love Yourself Gets Answer に収録されています。ジンは BTS のワールドツアー Love Yourself でエピファニーをピアノ演奏し、弾き語りを披露してくれました。ムーンはアルバム Map of the Soul 7とプルーフに収録されていて、iTunes ソングチャート110カ国で1位になったことがある人気曲で、制作にはジンの他に RM も参加しています。Tonight はジンが初めて作曲したソロ曲で、2019年6月4日のフェスタで公開されていましたが、ジンが飼っていたペットたちを思い作った曲で、この夜が過ぎたら君に会えなくなりそうで怖いんだと歌っていました。ジンは実家でずっと飼っていた犬のチャングや、両親にプレゼントされて可愛がっていたフクロウモモンガのオデンとオムクを亡くしています。アビスも自作曲で、ジンの2020年の誕生日12月4日に公表され、アビスは深い淵、底の知れない深い穴、奈落の底などの意味があるようでした。スーパーツナも自作曲で、2021年12月4日のジンの誕生日に発表されています。キュートなお顔で、キュートな振り付けをしたジンはとっても愛らしく、テンポのいいこの曲が大好きなアーミーも多いかと思いますが、MV ではジンのたくましい二の腕もちら見えして可愛いながらも、実は男らしさを感じれた曲でした。Yours は韓国のドラマチリさんのメインテーマソングで、2021年11月に発売されています。ドラマでは壮大な山の景色が流れ、まるで映画を見ているような映像でしたし、ジンの悲しげな声や透き通った高音がぴったりの曲でした。そして今回10月28日にソロシングルアルバムザ・アストロノートが発売されます。ザ・アストロノートは宇宙飛行士という意味だそうですが、発売が待ち遠しいですね。まとめ、いかがでしたでしょうか。ジンは他のメンバーに比べてインスタの投稿が多いように感じましたし、ソロシングルの発表をし、その後、兵役の延長申請を下げたため、いよいよ BTS の中で最初に兵役に就くことが分かりました。アーミーへの愛のこもったプレゼントとなるザ・アストロノートのコンセプトフォトの公開や、バラエティ番組の出演など、毎日たくさんのものを届けてくれていますね。ジンのソロ活動がたくさん見れて嬉しい反面、アーミーは覚悟をしっかり決めないといけないという複雑な時期に入りました。今は入隊までジンのソロ活動や他のメンバーのソロ活動などに注目し、楽しんでいきましょう。